お前ら夜道に気をつけろ。どうも夜道ゆきです。突然ですがマネージャー、これ実はハーレー・ダビッドソンなんです。ハーレー私聞いたことある。コシコちゃんとかが。そう、でもなんかちょっとイメージでこっち全然違いますよね。そうなんです。このイメージチェンジにはもう世界中のバイクファンがざわつきました。やっぱ違うよね。全然違う。今回はそんな話題のハーレー・ダビッドソンから出た最新の X350 を街乗りから市場から燃費やら走行性能やら全部私が詳しく解説していきます。よろしくお願いします。もう小さくて軽くて扱いやすいこの3拍子っていうのはやっぱり今までになかったハーレーのバイクっていうことで、全然ねこのバイクはね毛色が違うんです。かくいう私もこの X350 っていうのは何度か試乗させていただいたことがあって、めちゃくちゃ面白いバイクで、中型スポーツネイキッドが大好きな私も認める面白ハーレーバイクということで、詳しく紹介していきたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントしてしなくていいんだ。あ、そうとか言ってどうせしてくれてるんでしょ。分かってるよ、ありがとう。裏切ったら許さないから。じゃあ皆さんはハーレーって聞いてどんなバイクを思い浮かべますか？私のイメージで言うとやっぱり重たいでっかい大排気量 V ツイン革ジャン着たおじさまたちが乗ってる高級車、そんなイメージがあるかと思うんですが、そのイメージとはもう真逆の X350 ということです。まずはエンジンから見ていきたいと思います。エンジンは水冷並列2気筒 353cc、 最高出力は36馬力、最大トルクは31ニュートンメートルになります。はい、ハーレーファンの皆さんだったらここでもうすでにってなるポイントですよね。従来のハーレーって 1000cc から 2000cc ぐらいの大排気量の V ツインエンジンが主流でした。低速トルクがモリモリでドド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 ドってすごく自分にも振動が響き当たるような、そういうのがハーレーらしさだったんですけれども、この X350 はまるで違う。軽快に走れてスムーズで振動も少なめ。これ正直全然ハーレーっぽくはないんです。ハーレーらしさは全くないんですけれども、でも初心者さんや初めてのハーレー入門編っていう風に考えるとすごく最高の答えだと思います。そして次に超大事な燃費の話。 X350 は日本仕様ではハイオクガソリン指定、ハイオクのみで走るという風になります。おそらく実走行ではリッター20から25キロ程度は走ると言われています。例えば片道50キロのツーリングに行ったとしたら、だいたいガソリン代は800円くらい。山岡屋のラーメン1杯分ってところですかね。X350 のタンク容量は 13.5 リッター入ります。なので満タンで250キロ以上は余裕で走る計算になっています。続いて気になるエンジンサウンドをチェックしていきたいと思います。さらに驚きのポイント、こちらのハーレーに関しては生産は中国の QJ モーターというメーカーが行っております。これはハーレーがコストを抑えてなるべく初心者層にもリーチしやすいようにという風な戦略で、こちらの QJ モーターというところが開発をしております。つまりハーレーがグローバルな世界で戦うために QJ モーターと手を組んで作っているっていうことになりますね。価格に関してもだいたい約70万円。これハーレーで70万円って聞いたことのない数字。ハーレーっていうとやっぱりね高級車、売れっ子のお笑い芸人さんとかが乗っているイメージ。芸能人とかがみんなこぞってハーレーハーレーって言って高いハーレー買うじゃないですか。でもこのハーレーは70万円だよ。これ頑張れば大学生くらいでも買えちゃうよね。ちなみにベースとなっているのは QJ モーター傘下のイタリアブランドベネリのネイキッドモデル TNT302S だそうです。そしてデザインはハーレン往年のダートトラックレーサー XR750 をオマージュしているのです。ちょっと待って、なんかちょっと混乱してきた。混乱しますよね。まとめるとベースはイタリア、生産は中国、デザインメーカーはハーレーっていうアメリカっていうことで、まさになんかアメリカという国を体現しているかのような多国籍具合、グローバルな一台ってことですよね。はい、
井口先生、はい。初心者のバイク選びで大切なことっていうのはあったら教えてください。まあもういろいろあるんですけれども、初心者の中でも女子を限定して言うんだったら、重さとシート高が一番大事なんじゃないかなと思います。それ以外はやっぱり好きなバイクに乗ればいいと思います。気になるこの X350 のシート高なんだけれども、起こしてみますね。よいしょ。こんな感じでシート高は 777mm、 めちゃくちゃ低いよね。このくらいのバイクでいうと全然低く作られている。スポーツネイキッドって考えるとめっちゃ低いです。 777mm、 じゃあどのくらいなのかっていうと、初心者さん必ず教習所の CB400 スーパーフォアに、皆さん絶対必ず一度は乗ってから公道に上がると思うんですけれども、そのスーフォアくんがだいたい755って言われているので、ほとんど変わらない。ちょっと高くなるくらいだけど、700ミリ台、750から770ぐらいってもうほんと誤差の範囲といってもね、私は過言ではないかと思います。いざとなった時に踏ん張れるシート高、そして重さっていうのがやっぱり初心者さんは重要になってくるというふうに言えます。あとね、このねシート高もそうなんだけど、ここの幅も重要なんですね。実際このシート高が数値が低かったとしても、ここのタンク幅がでっかいと、踏ん張れなかったりだとか、実際の数値よりも少しシートが高く感じたりするっていうのがあるんですけれども、この X350 に関してはこのタンク幅もそんなに広くは作られていないので、そういった意味でもニーグリップもしやすいし、シート高も数値以上に高く感じるっていうことはないかなと思います。外観に全くハーレーらしさがないなんていう風に言われがちな X350 だけど、このシート高の低さってなんかすごくハーレーらしさを感じませんか？で、このハーレー X350、重量は 195kg、ちょっと 350cc って考えると少し重たいかなって思うんだけれども、これハーレーの中だとめちゃくちゃ軽い方なんです。例えば人気のスポーツスターは 230kg 前後、ブレイクアウトに関しては 300kg 以上、バイクの横に立った瞬間威圧感がめちゃくちゃあるモデルたちだったんですけれども、この X350 は異色の 195kg ということで、かなり軽くは作られていますよね。本当にハーレーってレベルの重さって感じです。ただ同クラスの排気量のスポーツネイキッドと比べるとちょっと重たいから、慣れた人はね 195kg なんて普通に扱えちゃうんですけれども、初心者って考えるとやっぱり少し注意が必要かなと思うので、取り回しの練習なんか地道に頑張って練習してみてください。それでは続いてデザインを見ていきましょう。まずパッと見てネオクラっぽさとハーレーらしさのこの融合がなんとも絶妙でバランスが取れているなっていう印象を持ちました。一見ちょっと国産のネオクラっぽいかなって思うところもあるんですけれども、細かいところをたくさん見ていると、やっぱりハーレーなんだなって思う点もたくさんあります。まずはこの雫型のタンクの造形、めっちゃかっこいいよね。シュッとしてるけどほんのりスポーツスター風の丸みを残されていて、クラシックとこのマッスル感の絶妙なバランスがかっこいい。XR750 のデザインを意識しているようなデザインでとっても素敵です。そしてリアのシルエットが結構かっこいいなと思いました。このテール周りが短くバツンと切られたようなデザインがトラッカー的な印象を与えていますよね。余計な装飾が少なくって、なんか洗練されているのにどこか武骨、なんかその矛盾したこのデザインの感覚っていうのがむしろ今っぽいっていう感じがします。クラシカルとモダンのちょうど真ん中あたりのデザインだなっていうところで、程よいこのバランス感がとってもグッとハーレーらしさとはかなりかけ離れた、そんな印象を持つ X350 ですが、やっぱりこの大きく貼られたハーレーダビッドソンのデカールだとか、こういうところ、こういう細やかなところにやっぱりハーレーらしさをどんどん出していってて、ハーレーブランドはしっかりと確保されたまま、新時代のハーレーのデザインのバイクに乗れるっていうところで、どっちもいいとこ取りなデザインですよね。全体のシルエットやデザインも大事なんですけれども、やっぱりライダー目線で言うとこのメーター周りっていうのが一番大事になってきますよね。ということで私が気になったのはこのキーのデザイン。なんかナイフみたいでかっこいいでしょ。これ真ん中のボタンを押すとこんな風にしまうことができて、で出したい時はここのボタンを
ますよ。これで攻撃したくなる。攻撃させてください。もうこれでうわこんなデザイン超良くない？それではちょっとメーターを見ていきましょう。まずはこのザ・アナログクラシックでかっこいい丸型のメーターでございます。こんな風に光るんですね。めちゃくちゃシンプルだよね。アナログの速度計にデジタルでこんな風に時計だったりとかが出て、ボタンはこの一つだけ、この真ん中を押していくっていう感じ。こんな風に、時計とかも表示されるし、トリップメーターなども揃ってて、情報がかなりコンパクトに、まとまっているような印象です。シフトポジションとかは特に出なくって、ここら辺はかなりもうハーレーらしさ満点というか、デジタル要素はかなり最小限に抑えられている、そんな印象です。でも初心者さんもね、やっぱね、1台はこういうバイク慣れといた方がいいと思う。最新のバイクもすごくこういう丁寧に教えてくれて、ありがたいんだけど、いざちょっと古いバイクに興味持ち始めました。こう昔の NSR とか乗ってみたいなとか VFR とか乗ってみたいなとかって時期って必ず皆さん一度は来るんですよ。私もありました。絶対バイクに乗ってると旧車に熱が入る時期っていうのがあるんですよ。そういう時にデジタルに慣れちゃってると体がやっぱ怠けてしまうので、こういうようなもう王道お手本のようなバイク、このメーターに慣れておくのも悪くないかもしれません。そして次にシート、こんな風にかなり弾力のある感じ、高反発系のシートになっていて、かなりお尻を支えてくれそうな感じがするし、ライダーのこのちょうどお尻が当たる部分はもう一段階クッションがついていて、さらにお尻を段差とかショックとかで守ってくれる、そんな感じになっています。形状はこんな風に階段の形になっていて、タンデムもしやすい、ベルトもついているので後ろの人も安心、そんな感じになっていて、こういったところは本当にハーレーさんらしさっていうのを感じますよね。やっぱハーレーっていうとなんかこうちょっとカップルとか夫婦とかで2人でこう2人乗りして走ってる、でそんなイメージもあるので、後ろの人にも優しい、そんなクッションになっていて、長時間乗っていてもお尻が痛くなったりとかっていう心配もなさそう。あとはこういう細かいステッチの処理なんかもすごく丁寧でございます。ここにはハーレーのロゴマークもついていて、とっても可愛いです。そしてなんといってもこのお顔ですよ。お顔がすごく印象的なんです。パッと見このやっぱネオクラ系の丸型のライトに見えて、これ光らせると結構すごいことが起きるんですよ。特別にちょっとだけ光らせてあげたいと思います。よく見ててくださいね。それではスタート。濃い、見て、ハーレー・ダビッドソンっていちいちこんな細工してくれるの？別にさ、ここさなくてもさかっこいいんだけど、ここをあえてやっぱりこのハーレー・ダビッドソンってこう刻印してくれる、この仕事の丁寧さですよ。もうね、だから横から見るとこのデカールとかでハーレーらしさっていうのは出してくれてるんだけど、正面から見てもこのハーレー・ダビッドソンだぞ俺はこう見えてみたいな感じですごい嬉しいポイント。着替えてる。着替えてます。あれ、なんかその服私見たことないかも。気のせい？かっこいいでしょ。めっちゃかっこいい。串谷さんからいただきました。一周回って。あ、かっこいい。ちなみにグローブも串谷さん。お揃い？本当だ。色合いがめっちゃお揃い。串谷さん、ありがとうございます。完全防備で気をつけて行ってきてね。はい、行ってきます。はい、ということで走り出しました。今めちゃめちゃビビってます。っていうのも駐車場から出るとき結構坂道できついカーブもあって、初心者だったら結構立ちこけゾーンだよねっていう。しかもさ、駐車場だからさ、結構後ろから車とかも結構来て気持ち焦らされるというか、結構そのビビりがちなゾーンじゃないですか。しかもこんな大都会の駐車場、そんな立体駐車場でも本当に自分の足みたいにサクサクと動けて軽快で、自転車のような感覚、すごい身軽に走れました。ただちょっと実際に乗ってみて気になったのは、このライディングポジションはめちゃくちゃちょうどよくって、乗り心地がいいんだけど、停車時に足を乗せるステップがちょっと
すねにぶつかっちゃうかなっていう感じ。これもただなんですけど、シート高がめちゃくちゃ低いから、決してステップにすねがぶつかったとしてもそれで足つきに何かこう問題が出るとか乗りづらいっていうことはなく、ただちょっとこうぶつかりやすいかなっていう程度。このバイクの車体自体に慣れてきてしまえば自分で足の位置をこう調節するなりしてなんとかなりそうな感じなので、そこはそんな問題ないかなと思います。あと人によるんで、私の足はやっぱ普通の人に比べると若干足長いんですよ。私嫁中家足相当長いんですけれども、155センチなのでね、高身長の方に比べれば、ちょっとは低くなる短くなるだろうというところで、ハーレーって結構背筋をまっすぐ伸ばしてこう座る、こう長時間乗ってても疲れにくいライディングポジションと姿勢っていう感じじゃないですか。その作りがスポーツネイキッドなんだけど、ポジションはアメリカン並みにちょうどいい、そんな感じ。クラッチ遠いな、これは調節してください。ちょっと私はやっぱ手がかなり小さめなんですよ。なのでちょっとクラッチは若干遠く感じることがバイクに乗ってると多いですね。こういう時歩行者がどんなに道を譲ってくれようとも歩行者優先ですからね、しっかり歩行者に道を譲りましょう。ハーレー特有のこの振動感も全くなくって、滑らかというか振動疲れとかは本当になさそうな感じです。すごいね、サクサク曲がるっていうか、もうねひらひら曲がる感じがすごい気持ちいい。さて、全くナビを見ずにジャパンさんに戻ろうとしているのですが、果たして私は無事に迷子にならずに戻ることができるのでしょうか。そんな時もこんな風に時計が表示されてるからめっちゃありがたいですよね。やっぱこれがいいところだよね。ぶっちゃけシフトポジションとかいらないって言ったらあれだけど、あれば便利だけど慣れちゃえばシフトポジションっていらないじゃないですか。そんなことよりもこっちの時計が出てくれた方が私は100倍安心。やっぱバイクに乗ってる時ってね、焦りって禁物なんで、焦ると絶対事故るから。バイク乗りってこうたくさんいろんなメーカーいろんな車種あるけど、ハーレーだけは一つまた別の世界っていうような感覚ってあると思うんですよ。バイク乗りはなんかいろんな多種多様なメーカー車種でこう仲良くなったりするんだけど、ハーレーはハーレーだけの独自のコミュニティがあって、もうハーレーだけで完結してるっていう感じのイメージなんだけど、一つこう確立された世界っていうのもまた良かったんだけど、これはそのいろんなメーカー車種を乗ってるライダーたちとこうハーレーの架け橋的な存在だと思う。ハーレー大好きでハーレーたくさん乗ってますっていう人がスポーツネイキッドってじゃあもうどんな感じなんだろうと、ハーレーばっかり乗ってきて他のバイクも挑戦してみたいけどでもハーレー愛は止まらねえぜっていうんだったら、このハーレーのこのスポーツネイキッドに乗ってみるのもすごくいいと思うし、初心者さんとかでハーレーってすごい心配だな、不安だなとか、でっかいバイク乗れるかなとか、ハーレーコミュニティでどんな感じなんだろうとか、そう思った人にはすごくこの1台がいいと思うし、一つのこう架け橋的な存在だなって思います。で、私ハーレーのイベントとかも何度も出たことあるんですけど、これ乗ってったらハーレー乗りって多分面白がってくれるんじゃないかなって思う。すごいね、見た目いかつそうに見えてかなり優しいコミュニティというか、ハーレー乗りさんね本当に優しい人多いですよ。なのでなんか今ハーレーこんなのあるんだなんてね、ちょっと盛り上がってくれるんじゃないかなって私は思うけどね。さあちょっと私今絶賛迷子中なんですけど、これ帰れんのかな。やばい、マジで帰れんのかな。これこっちで合ってるはずなんだけどな。今度からスマホホルダー持ち歩こう。なんか帰れそうな予感がしてきた。ここだ、帰ってきました。とってもいいバイクですよ。これが次世代のハーレー。ありがとうございました。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうこれ軽い、静か、ハーレーっぽくないけどハーレーの素敵なところはちゃんと残されていて、ハーレー入門に本当にいいなと思いました。この気軽さとハーレーらしさの絶妙な両立っていうのがすごくいいんです。重いバイクにビビってた人たくさんいますよね。ハーレーにビビってた人いますよね。私も教習所で初めてハーレーに乗った時はまるで感覚の違うバイクっていう感じがして、
してすっごく怖かったんですけれども、そんな恐ろしい怖いみたいな皆さんのトラウマを全部なくしてくれる、そんなイメージのハーレーじゃないでしょうか。ハーレーに乗りたいけど初心者だから、まずは簡単なバイクに乗ってみたい、まずは中型で慣らしておきたい、そんなハーレーデビューを楽しみにしている初心者ライダーさんにぴったりの1台なんじゃないかなと思いました。これはハーレーっていいなって思える第一歩なので、気になった方はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。ということで本日車両をお貸しいただいたのはハーレーダビッドソンジャパン様です。本当にありがとうございます。ということで皆さんも気になったらぜひチェックしてみてね。お前ら早く寝ろよ。夜道ゆきでした。またね。